ディゼムバイシークデザイナーの石井彩子です。同じくデザイナーの北村育人です。ディゼムっていう言葉が私たちの造語で、ディスっていう否定とかちょっと打ち消しの意味をもたらす言葉に、アッセンブルっていう英語でいう組み合わせるっていう言葉があるんですけど、その単語の真ん中にある SEM っていう部分をくっつけてディゼムっていう言葉を作りまして、意味としてはブランドコンセプトに掲げているボーダーレスっていう部分のファッションにおける精査とかを覆すという意味でしたりとか、アセンブルというところでいろんな素材とかバランス感とかシルエットを組み合わせて新しいものを作り出すっていう意味を込めてディゼムっていう単語をブランド名にしました。でバイシークっていう部分なんですけど、そのシークっていうところは私と北村の名前のイニシャルをくっつけた部分でして、ディゼムバイシークというブランド名になりました。ブランドのコンセプトはボーダーレスに誰しもが楽しめるファッションっていうコンセプトを掲げていて、ただ僕たちがボーダーレスと謳っているのはオーバーサイズのシンプルなデザインのもので、誰でももうとりあえず着れるよという意味ではなくて、もっと精神的な部分でジェンダーの隔たりだったりとか年齢だったりとか、そういうところのボーダーを超えていきたいなと思っていて、そういうところにフォーカスを当ててデザインをするようにしてるんですけど、例えばウィメンズとメンズのどっちつかずのデザインだったりとか、そういうところを狙っていって、自分はレディースの服を着ているからなんかちょっと萎縮してしまうとか、そういうのを一切なくしたくて、実際にお客さんの中でももう迷わずレディースのワンピース、このワンピースとかを試着するメンズのお客様とかもいらっしゃったりとかで、そういう精神的なボーダーっていうところを払拭していきたいなと思って、ブランドのデザインに落とし込んでいってます。もともとものづくりとか、絵を描いたりとか、そういう分野がすごく昔から好きで、ファッションもその一環としてすごく好きで、高校生の頃に進路を悩んだ時にそういう美術系の方面に行くか、ファッションに行くか一般の大学に行くかって迷った時に、やっぱり心の底からやりたいのがやっぱファッションだなと思って、4年生の大学の文化学園大学の服装造形学部に入学して、で、4年間服装造形学部という学部に通ってたんですけど、3年生の半ば頃から就職活動が始まって、一応4年生大学っていう学校だったので、一般の企業も受けたりとか、アパレルとはまた別の企業だったりとか、もちろんアパレルの技術職だったり販売の就職活動もしたんですけど、やっぱりその企業っていう枠組みの中で自分が働いてる姿が想像ができなかったっていうところで、じゃあどうしようかなっていうすごく悩んでた時期があって、その時に初心に帰った時に文化に何になりたくて入ったんだろうと思った時に、やっぱりデザイナーになって経営っていうところにも興味があったので、自分でブランドを持ってっていうのをもう就活中に思い出して、じゃあもうそっちで行くしかないなと思って、すぐに4年生の半ばぐらいからだよねから準備を始めて、もう勢いで立ち上げた感じですね。私も小さい頃からずっとファッションの世界に憧れていて、文化学園大学を選んで入って、大学を選んだのもやっぱり漠然と独立してブランドを持ちたいなっていうところがあったので、北村も言った通りなんですけど、私も就職活動をしていて、お互いその就活どうとかいう話をしていく中で、やっぱ彼と同じように私もあんまりどこかの企業に入って働くっていうのがあんまりピンとこないでいたところを、北村が一緒にブランドやらないかって誘ってくれたので一緒に始めました。基本的にはデザインは完全に2人でやっていて、その他洋服作りって、パターンだったりとか、生地の選定だったりとか生地制作だったりとか、もうすごくいろんなことがあると思うんですけど、大まかに分けているのは、デザインは2人でやって、パターンが僕が担当していて、細かい仕様だったりとか工場の職人さんへの食出しとかは石井が担当している形になってますね。なんかよく結構デザイン完全に分担してんのとか、メンズとかレディース分けてんの担当してんのってよく聞かれることあるんですけど、やっぱりそれだとお互いの色が出てきてしまって、デザインがブレがちになってしまうので、ちょっとそれはあんまりやりたくないなと思って、単独で突っ走ることはあんまりないですね。
2人のその出したデザインの間というか、やっぱり2人でこう作っていくこと多いですね。結構珍しくって、一番最初のそのシーズンを作るコレクションを作る最初に文章を必ず書くようにしてて、短編の小説みたいなお話を物語を書いて、そのオリジナルの物語にこう映画を撮るみたいなイメージで、登場人物はこういう感じだから、じゃあこういう服だよねみたいな衣装合わせをしていく感じでデザインを決めていったりとか、その話のキーワードとなるモチーフだったりとかをこう柄とかで落とし込んだり、人物像とか情景を2人で合わせて、で物語を一回文章で書いて、その上で服にこう転換していくっていう結構珍しいやり方してるよね。初恋と失恋っていうところにフォーカスを当てて、人と人のそういう恋愛だったりとかそういう、イメージももちろんあるんですけど、なんか自分が高校生の頃に初めてデザイナーズのお洋服を買った時に、高校生からしたらすごく高い値段で、でもこうお店で見た時に初恋に落ちるような感覚でも絶対に欲しいなと思って、でバイトをめちゃくちゃ頑張って初めて買ったっていう、すごく服に恋に落ちるような感覚っていうのを皆さんにもうちょっと表現できたらなと思って、その初恋と失恋っていうテーマをベースに物語を書いて発展させました。服に21の AW のコートなんですけど、いろんな着方ができるトレンチコートになってまして、一番これがベーシックな着方になってるんですけど、まずこのラペルというか襟が外れる形になってまして、このような感じで後ろにこうボタンで留まってるんですけど、このボタンつけたままこのラペルの部分をこう縦に下ろしたりとか、そのまま首にかけたりですとか、あとはこっちのその後ろのボタンを外すとこれが完全に取れるので、こういう感じでノーカラーのコートとして着ることもできます。ちょっとギミックの効いたというか、こういろんな着方ができるようなトレンチコートとかを結構毎シーズン出していて、すごくお客様にも人気というか、展示会に来てこういろんな着方を試して楽しんでもらえるような商品になってますね。今ではブランドのアイコン的なアイテムになってます。この石井と自分は結構こう対極的な人間じゃないですけど、この人は結構すごくフレンドリーっていうか外交的なタイプで、僕はあんまりこうそんなに派手なことは好まないタイプで、対極的な2人なんですけど、そこの中間にあるものをデザインにいつも落とし込んでいるので、それぞれデザインしていく上で新しい発見があるとかので、かなりこう複雑にこう入り組んだデザインとかがすごくうち多いんですけど、そういうデザインはすごく強みだなと思っていて、お客さんとかバイヤーさんだったりスタイリストさんがうちの服を実際に見てくれて、なんかもういろんなところが取れたりとか、いろんなこうギミックが入ってたりとかするので、なんか僕らデザインしてるけど僕たちが発見できなかった着方だったりとかスタイリングをお客さんとかが発見してくれたりとかで、こうブランドのコンセプトでもあるように、もう誰もがボーダーレスにこうフラットな状態で服をシンプルに楽しめるっていう意味では、そこは楽しんでもらえてるのかなとは思っています。お互いもともと絵描いたりすることが好きだったりとか、アートが好きっていう部分で、私ももともと美大に行こうと思って絵を勉強してた時期があったので、なんかそういうテキスタイル的な部分にこう描写的な表現であったりとか、そういうものを持っていけるっていうところも結構、ある種強みなのかなと。私が今着てる刺繍とかも結構こだわっていて、プリントとかそういうテキスタイルを最近は強みになるようにしていますね。学校は、文化系列の、文化学園大学の空想学部服装造形学科に通ってました。3年時からコースがさらに専門化して分かれていくんですけど、僕は一切クリエーションとは特に関係のない機能デザインコースっていうコースを専攻していて、3、4年時はそこで勉強していました。
で機能デザインっていう分野っていうのはなんかインナーとかスポーツウェアとか、例えば消防服とか宇宙服だったりとかちょっとその特殊な現場で使われるような服だったりとか人体のそのをベースとして数字から見る衣服の快適性だったりとか着心地だったりとかちょっと理系の分野だったんですけど、僕は特に 3,4 年の頃はクリエーションっていうところは個人的に絵描いてたりはしてましたけど、もうちょっとこうそこの学校でしかできないことをやりたいなと思って違う側面からファッションの勉強をしてました。で私は全く一緒なんですけど、3年のコースがクリエイティブデザインコースっていうコースに通っていて、もう名前の通りなんですけど本当に自分の頭の中にあるデザインを形にするでしたりとか、ひたすらこう発想をこう形にするみたいなコースで絵を描く授業が多かったりとか、それこそ縫製とか作る授業も多かったですし、物を作る課題が多かったです。結構今でも私もそうですけど、何か作ったりとかブランド持ったりとかしてる友達も多くて刺激になりますね。4年生大学だったので服の作りの勉強以外にも普通に語学とか一般教養の時間もあって、やっぱりこう文化服装と比べると洋服の勉強だけじゃないので、知識量としては正直大学の方よりは文化服装の方が勉強できることは多いとは思うんですけど、4年間通ってた中でそこでできた文化でのコミュニティだったりとか、そういうつながりが今もすごく大きくて、こうやっぱ駆け出しの頃はちょっとあんまりなかったんですけど、今になってきてどこどこの編集に友達いるよねとか、加工屋さんとか同級生だよねみたいなつながりができたりして、そこでいろんな仕事の輪も広がっていくので、文化に通って、もちろんそういう知識的なものも得たものは大きいですけど、一番何がこう残ったかなっていうと、そこでできた人脈だったりコミュニティがすごく大事だなと思うよね。人間関係が一番大きいです。大きいよね。大学入る前からも海外のそのコレクション雑誌とかは目を通していたんですけど、今でも憧れているのはフィービー・ファイロさん、最近だとセリーヌに行った方、基本モードがやっぱ好きなので、モードの中にもフェミニンな要素は私は女性としては取り入れたいとかしていきたいって常に思っているので、彼女のクリエーションに見られるその簡単な言葉になってしまうんですけど、モードの中にこう垣間見えるフェミニンさみたいなそのバランス感が私の中ではすごく理想的なバランスなので憧れてますね。ファッションデザイナーっていう枠組みだとちょっと難しいんですけど、同じクリエイターとしてすごく尊敬しているのが、映画監督兼俳優さんをやられているグザビエ・ドランさんっていう方がいらっしゃって、メインはフランス映画の監督をされてる方なんですけど、フランス映画っていうとずっと波もなく単調なイメージで、こうメジャーなジャンルではないし敬遠されがちなジャンルだと思うんですけど、そのグザビエ・ドランという監督はこう今までのフランス映画のいいところもちゃんと踏襲しつつ、斬新なこう切り口で画角だったりとか衣装だったりとかセリフの一つ一つの細かさだったりとか音楽だったりとか、もういろんなところからこう新しい切り口でこうフランス映画っていうものをどんどん消化させてってるっていう点がもうすごくそのクリエイターとしてあるべき姿なんだなと思って、もう今までこう先代の方々が築き上げてきたものを無視して新しいものを作るわけでもなく、そこだけにとらわれるわけでもなく、ちゃんとこういいものを取り込んで新しいものを生み出すっていう姿勢がすごく尊敬しているクリエイターですね。コロナ禍になってすごくどこのアパレルも厳しい状態を強いられてるとは思うんですけど、逆に言うとやっぱりこう生産の背景の問題だったりとか雇用の問題だったりとか、アパレルって今までこうなあなあにされてきたところがすごく多かったと思うんですけど、コロナ禍になって、そこがちゃんとできてないところは淘汰されていったのかなっていう印象はすごく受けていて、良かったって言ったらすごく表現が悪いですけど、
やっぱり華やかな業界で憧れる人が多い業界なので、それに応えられるように、賃金の問題だったりとか、生産の問題、雇用の問題だったりとか、不透明な部分がすごく多い、まだまだ多いと思うので、そこがもっとコロナ禍を超えて、消費者の方々の意識もすごくサスティナブルだったりとか意識も変わってきてるので、もうちょっと不透明な部分が、クリーンになっていって、もっと気持ちよくおしゃれができるような、環境になったらいいとは思います。そもそも多分ファッションというものがなかったら、おそらく石井とは出会わなかったかもしれないし、いろんなものを犠牲にしてでも突き詰めていきたいもの、ファッションっていうものに出会えたことは本当に幸せだなと思います。